それではいよいよキャラクターの回でございます。皆さん大好きなキャラクターですね。やっぱり物語の本当主です。要はそれに憧れて、それがかっこいいから、そいつが何かするから面白いんですよ。で、今回は皆さんに漫画を描いてもらう練習として桃太郎という素材を、使ってもらってます。桃太郎という要は、おとぎ話の中で言えば主人公の桃太郎は鬼退治に行く主人公ですよね。なのでそこをテーマとして持ってきたんだとしたら、どういうふうな魅力をつけるのか、ただ行くにしてもなんでそこに行くのかということをですね、設定づけることも実は大事です。実際ですね、やっぱり漫画で作っていくのでキャラクターですから、絵柄的にね、やっぱり絵的にものをね作っていかなければならないところもあります。ただここに描いたキャラクターたちは何もこの漫画の中の時間だけで動いていません。要はこの漫画の時間の中以前にも生きてます。要はここまで成長してきている中のそれを何でしょう、抽出したものが今回の16ページの漫画なんですね。なので皆さんの手元にある猫太郎、夏見先生のこの漫画も、この猫太郎自身は、実際ねみやみやと生まれたところから、物語がスタートします。この漫画が終わった後も猫太郎は生き続けるんですね。ということはそのキャラクター性を生み出すためには性格とか、あとは癖とか、そういったものがしっかりないとちょっとね見てる方もバランスが悪くなっちゃうんですよね。何でしょう、感情移入できなくなっちゃうので、なのでそういったところも踏まえてキャラクター設定はお話をしていきたいと思います。ということでまずですね、第一にもうたくさん落書きすることですね。どういうことかというと、これは夏見先生が、書いていただいたキャラ表です。この時点でも鉛筆シャーペンで構いません。で、実際夏見先生、プロット、要はストーリーのところから猫太郎を物語にしようということで作り始めました。じゃあ猫太郎たち、実際猫を桃太郎にしようというところですので、ちょーんっていうね、猫のこの絵、それでこの表情とかも漫画なので少し表情を出すっていうねことも自分の中で考えながら描いていきます。で、手足は描かない方が丸っこく見える。要はあんまり能動的な猫ではなくて、ちょっと足とかが短い猫にした方が猫太郎らしいんじゃないかっていうことで描くわけですね。ただ猫じゃないです。猫太郎らしいんじゃないかですね。そこにキャラクター性を想像していくポイントがあります。で、キャラね、たくさん落書きしてほしいんですけども、やっぱりただ気付けだけ書いちゃったら、そのどういう、キャラクターかが分かんないので、横もそうですね、背中もそうです、丸まった背中もそうですね、後ろから見えることもあるかもしれません。そして顔、寝顔ですね。はい。で、猫ね、この寝返りをする時のね、猫の形で、要はなんでこういったものも描くかっていうと、猫を主人公に見立てた時には、今猫というイメージ、皆さんどうお持ちですか？児玉はイメージとしてはもう可愛いなんですよね。かっこいいじゃないですね。むしろ可愛い感じなんですね。で、それを物語の中に出すためには、猫太郎も可愛いポジションだなという話なわけですよ。その時にちょっと寝転がった時、あとはこのちょっと手を挙げた時の絵に関しても、このキャラ表を見ただけでも、この猫太郎っていう漫画見てみたいって思わせる工夫を出すんですね。なので顔のバランス重要です。全身のバランスも重要です。それ以上にこのキャラクターってどんなやつなのという魅力をにじませるキャラ表としての落書きをたくさんしてほしいですね。もうちょっとねいきますね。で、猫太郎文字でもね、説明があります。エンジンルームでぬくもって、いたところをじいさんに拾われたマンチカン、ね、猫の種類に関しても設定をつけます。猫といっても様々な種類いますよね。だからこそこのマンチカンだからこそこのね手足の長さと要は可愛さが醸し出されるんだよって知る人が見たらやっぱりピクってね反応する場所でもあります。年齢重要ですね。1歳。
生まれたてですからね。はい。で、生きのいい未成年だ。ね。ここのね、ドッキリマークにも書き手のね、魅力が伝わってきます。ね。やる気っていうかね。本気を出せば素早いけど、基本穏やかでムニムニしている。で、よく、要は直立、ね、2本足で立つなんてこともね、書かれてます。キリッとしてても気が抜けちゃうビジュアルの持ち主で、素直で甘えん坊。でも結構あざといんです。はい。猫はさっきね、子供も可愛いというね、イメージを皆さんに伝えましたけども、でも猫がこうやって集団で集まったら、やっぱり本能ですからね、生き物ですから、自分の方が可愛いわい、自分の方が可愛いわいってね、もしかしたら競争するかもしれないですね。物語の中、皆さんも読んでいただいて分かったと思いますけども、結構猫太郎あざとくありませんでしたかね。俺が一番かっこいいけどねみたいなね、3人に対して伝えてることもこのキャラ表の時にもう想像してるんですよね。そうなんです。だからこれをキャラクターをどんなやつにしようかなって、周りの猫たちからもなんか陥れるであろう、要はあざとさもこういったところで見せるであろうということを想像して作っていってほしいというわけですね。はい。でさらに、猫太郎以外に猫が3匹出てきます。まあ実際の桃太郎の中でいう犬、猿、キジですね。その立場に関してもどうですか。要は同じ猫で描かないという工夫ですね。わかりやすい。例えば、シララっていう、メス猫です。メス猫は、オッドアイでちょっとねやっぱり気品漂う、ね猫です。そして、サムで言えばね、エキゾチックショートヘアのブサイクポチって書いてありますけどもね、ちょっとこの、ね、足長でも人間した時可愛いんですよね。このギャップも可愛いですよね。これちょっとまた後で説明します。はい。で、こちらね、シュレディンガーなんですけども、かっこいいね、切れ者の猫。キャラクターを複数出すためには、やっぱりそれぞれにパッと見分かりやすさなんですね。要は、輪郭だけでもシルエットでも大切なんですけども、キャラ立てとしても同じキャラがいるとやっぱり扱いづらくなるので、やっぱりそれぞれに個性を立たせて違うやつらを組ませてやる。でも組ませるためにはどうしたらいいか考えてみてください。桃太郎の中にはもうすでにストーリーベースができています。きびだんごですね。でも猫太郎がただ単にきびだんごを持ってあげるだけだったら桃太郎と一緒なんですよ。猫太郎は何をしたかっていうと、自分の餌のチュールリをこの3人に分け与えれるわけですね。猫餌です。猫餌を与えて、しかも自分自身がこの3人を猫餌だけじゃ釣れないわけですよ。もしかしたら CM 出たらね、この美味しい猫餌がずっと食べられるかもしれないよ、ね、さらに魅力をこの3人に伝えていくわけです。猫太郎あざといですね。そういうところをしっかりこのキャラ表を書きながら想像するわけですね。なかなかついてこないキャラです。多分この3人は結構設定を見てもそれぞれに1匹猫で立つんじゃないかっていうぐらいの何でしょう、すごい、くせ者なんですけれども、それがどうやったらついてくるのかなっていうことを考えることがポイントですね。でですね、モブやこういう人間バージョンのキャラクター、こういったところの作画も必要になってきます。で、猫太郎っていうね、猫の世界だけじゃなくて人間たちを出すんですね。で、この人間バージョンに関してはこれ夏美先生のサービスになってます。要は猫の可愛さもそうなんですけども、普通の人間の可愛いかっこいいキャラクターも見てみたいっていうことですよね。なので擬人化した時に人間化したらそれぞれのキャラクターね、想像つきますよね。でシュレディンガーと、ね、シララちゃんは結構そのままなんか猫が、ね、美しくなって人間になったらこうだなって想像つくんですけど、ここサムが、ブサイク猫ちゃんか人間になった時にはすごく可愛いね、ちょっと何でしょう、少年系な可愛さを醸し出し、で、猫太郎自身は正統派なキャラクターで、実際このモブに関してもやっぱり鬼ね、でここに関してはやっぱり明らかに何でしょう、このところで猫をねすごく料理しまくりましたんで、ちょっと分かりやすく
ね、会社で働いてる人たち、ちょっと疲れた顔で、角を生やしてるみたいなね、こういったキャラクターたちを出して鬼ですと。でおじいさんおばあさんたちもやっぱり、車の中ね、何でしょう、エンジンルームでねぬくもってたところで、救われた、キャラクターたちですから、おじいさんとおばあさんね、優しい顔でありたいですよね。この部分も作画もやっぱりしっかり作画として出します。要は中に登場するキャラクターができうる限りこういうふうにキャラ表という形で描いていきたいですね。はい、この後実際これをペン入れしたものもねちょっと見てみたいと思います。はい、こちらにキャラ表の作画をしたものですね。作画見本って言い方をよくするんですけども、要は漫画の中で描くのは鉛筆じゃないので、ちょっとつけペンで描いてみたというようなですね、ものを準備したりするんですね。作画見本で、先ほど皆さんに鉛筆で見せていた、形とちょっと違ってつけペンで描いていただいてます。夏見先生のね。またこうするとなんか完成形がね近づいてきますよね。はい。でキャラクターを想像していくときに、先ほどもね猫の形で、何でしょう、可愛らしさを出すためになんて話をしてましたが、人間もそうですよね。むしろ人間の方がメインかなとは思うんですけれども、立つね、要は立ち姿の時でも普通に、普通に手つかないんですけどね、腰に手ついているキャラクターもいれば、ちょっと、右足の方に、重心を、ね、傾けているキャラクターもいれば、それぞれにそのキャラクターの個性に合った立ち姿しているんですね。はい、なので書き方の、ね、作画の動画の中でも、バランスの取り方とかはしているんですが、バランスを取ることも大事なんですけども、キャラクターらしさを出すことの方がむしろ大事です。だからちょっと絵に自信がないなっていう時でも、そいつはどんな立ち方をするだろうなっていうことを考えてみてください。そうしたら必ず絵は答えてくれます。想像してみてください。でその時に猫太郎ね、これ真っ白ではあるんですけども、こちらでちょっと説明しますね。でサムだとね、スクリーントーンで色をつけてみます。こんな感じかなって。人間になった時も可愛いですね。はい。で、しららちゃんね、女性のキャラクターでちょっとね目も、キリッとしたね、何でしょう、美猫っていうのねすごく合いますね。クールな感じに見えます。でシュレディンガーね、革のジャケットでしょうかね。この黒い演出をしているだけで、要は私服のね材質も、想像できます。クールなね感じにもね、でもこれをねシャーっていう顔見えたらね、ちょっと暴れん坊な感じもするんでしょうかね。要はこれを、鉛筆で描くことと同時に漫画に入る前に自分で要はちょっとペン慣れっていうかね、自分の技術が慣れるために、準備運動をするためにこういうものも描きます。で、さらにですね、猫太郎のパターンです。さっきそこ白いで線で描いたものに、例えば猫の状態でどんな柄にしたらいいかなということを何パターンも考えてますね。はい、夏見先生は本当に主人公の猫だからどんな風にしようかなってね、さまざまなパターンを考えてます。そして人間になった時もこの子がたくさん出るであろう物語なので、どういう佇まいがね、色味がかっこいいかなということも想像します。漫画っていうのは今でこそカラーの漫画はさらに増えてきてます。でもですね、この白と黒っていう中の表現で質感やまたは、何でしょう、その髪の毛とか肌とか服とかっていうそれぞれの、パーツごとの、何でしょう、演出ですねを表現していくところはなかなかですね魅力です。2パターンです。白か黒かしかないんですよね。でそれをどのように使うかっていうことでペンタッチを工夫したりスクリーントーンを貼ったり、または別のマーカーとか、いろんなね道具を工夫して作品を描いていきます。でキャラ表なんですけれども、ぜひ皆さん自身が想像したキャラクターをさっきね鉛筆で描いたように落書きをしてみましょう。でそれをペンで描くところまでやってから
原稿に行くと自分自身の書いたキャラクターも生き生きとね、より原稿に入った時に、何も書かないで始めるよりかは全然キャラクターたちも生き生きと、ストーリーの中で活躍してくれると思います。ぜひこのキャラ表のね書き方を参考に皆さんもキャラ表を書いてみてください。